こんにちは、鉄言です。いつもご視聴いただきありがとうございます。こんばんはですね。辺りもね、すっかり暗くなっていまして、今回はですね、神戸三宮に来ております。もう2月になってるんですが、今回の動画は2026年一発目に撮影した動画となっております。今回宿泊するホテルは結構名前を見かけてね、気になってたんですよね。で、そのホテルに今回は宿泊します。そのホテルはこちら。ここホテル神戸三宮です。詳細はこのようになっております。今回も予約はじゃらんでしております。一泊朝食付きのモデレートクイーン禁煙。チェックインが15時のチェックアウト11時。利用料金が7267円とかなり格安。しかもクーポンで500円引きの支払い合計は6767円と近年ではかなり安い料金となっております。しかもモデレートクイーンということはもう間違いなくベッドは大きいと思いますね。これは楽しみですね。それでですね、今僕ね、三宮からフラワーロードを海に向かって歩いてるんですけども、僕みたいにね、県外から来られる方は、JR 阪神阪急とね、三宮で降りてホテルに向かったらいいと思います。で、地下鉄利用される方は三宮花時計前か旧居留地大丸前からの方が近いと思います。正直僕もね、この辺りね、全然わかんなくてね、もうほとんど来たことがないので、このルートが最短ルートなのかちょっとわかんないんですけども、とりあえずね、行ってみたいと思います。それでは皆さんもご一緒に旅している気分で最後までお付き合いください。それではどうぞ。もう結構ね、フラワーロードから歩いてきてるんですけども、ちょっと大きな建物がね、多すぎてね、どこかな、こういうモニュメントがね、どこに何あるっていうのが分かってたらね、もうちょっとね、分かりやすいんですけども、今ね、もうここホテルなんですが、どこホテルになってるんですよね。で、この辺りのはずなんですよ。これホテルですかね。なんかアパレルのショップなのかな。ここホテルって書いてません。ホテルですね、ここ。ありました、ありました。到着です。ここホテル到着しました。なんかブランドのショップみたいにね、黒くてかっこいいですね。おそらくここのホテルは外資系のホテルかなと思います。そして入り口なんですが2階にありまして、こちらのエレベーターから上がります。エレベーター横にもね、階段があって、こちらからも2階に上がっていきます。はい、2階に着きました。で、歩いていって左曲がったところにね、なんかちょっと何やろうと思って覗いてみたらテラスですね。おそらくレストランのテラス席かなと思います。営業はしてないのでね、やってる感じはありませんけども。で、ロビーはこちらの大きな自動ドアを入ったところにあります。はい、チェックインが終わりました。まずアメニティコーナー見ていきましょうか。で、こちらね、エコバッグね、無料で貸し出ししてくれるそうです。で、アメニティなんですが、歯ブラシとスリッパ以外はこちらから持っていくそうです。結構お茶の種類とかね、ティーバッグね、あとマウスウォッシュなんかもあるのでね、これももらっていこうかなと思います。で、ボディタオルと、あと、カミソリとシェービングクリームね、もらっていきます。あとスキンケア用品もね、結構多かったりして、で、こちらはラウンジですね。明日の朝の朝食会場となります。大きさは程よいかなという感じです。
そして今夜宿泊するのが1310号室13階最上階の部屋なんですよね。嬉しいです。13階到着しました。割と落ち着いた雰囲気で、でも結構明るいのでね、いい感じですね。そして1310の部屋はエレベーターを降りて右に行ったところの奥に、部屋がありました。はい、到着です。それでは入りたいと思います。それでは部屋見ていきましょうか。クイーンルームなんでそこそこ広いですね。ただちょっと暗いかなと思ったら、ベッドの横にスタンドがあるのでちょっとつけましょうか。つけたら結構明るくなるかなと思うんですが、間違えましたね。これですかね。つまみを回したら、やっぱり明るいですね。もう片一方もね、つけましょうか。だいぶ明るいですね。そして結構やっぱり広いですね。いやー、いいですよ、これは。それでは玄関から見ていきましょう。まずは避難経路の確認。部屋を出て斜め前に非常階段があります。エレベーターの裏側にも非常階段がありますね。そしてマグネットのやつ、でかい。でかいな、これは。玄関横にはエアコンのスイッチがあります。これちょっとね、なんか押し込まないとつかないですね。そしてクローゼットがありますね。で、バケージラックがあって、で、下にはスリッパがあります。で、ハンガーは3本ですかね。と、消臭スプレーとあります。で、ドアを反対側開けてみると、こちらにもハンガーが3本あります。そして靴べらがあるんですけども、めっちゃ長いんですよ。で、悲しいことに僕の股下と全く同じ長さです。そしてクローゼットの扉が全身鏡になってますね。で、天井まであって、で、手を伸ばしても届きません。背伸びしてやっと届くかなって感じです。で、フックが反対側にもついてました。そしてこちらの扉はもう分かってると思いますが、ユニットバスです。結構広いですよ。で、カーテンを開けると、湯船があってでかいですね。これはゆっくり疲れそうです。で、トイレは TOTO のウォシュレットなんですが、ベテラン感が出てますね。で、鏡も大きくて、ライトが2つあるので、結構明るいです。でもまあ、カーテン閉めた湯船の方は暗いかなって感じですね。洗面台もベテラン感があって、このインターホンなんかはもうベテランの証ですね。で、歯磨きセットは部屋にあったやつで、で、コップも可愛らしいですね。これ持って帰っちゃダメですよ。そしてシャンプー、コンディショナー、ボディーソープ。こっちやとちょっと遠いんですけど、で、下から持ってきた、アメニティ。で、バスタオル、フェイスタオルなんですが、これは、バスマットで上にフェイスタオルありました。2組ずつ。で、部屋に戻ってきて、こちらにもライトがあったので、ちょっとつけましょうか。これ引っ張るやつですね。だいぶ明るくなりましたね。デスクもまあまあ大きいですね。で、ガラスが引いてあって、で、これはランドリーバッグですかね。で、テレビがあって、ティッシュと電話、そしてスタンドライトがあります。で、メモと、ペンですね。あと鏡があって、で、LAN ケーブルがあるんですけども、このなんかついてるやつ、これなんでしょうね。なんかコードを巻くやつかなと思って引っ張ったんですが、あんまり関係ない感じです。で、デスクの奥にコンセントが2箇所。
で、椅子がね、これ、なかなかいい感じですね。いや、渋いですよ。そして引き出しには、ホテルのインフォが入ってます。ちなみにテレビのホテルのインフォね、なんかネットの接続してなくてね、見れませんでした。そして、戸棚にはマグカップとコップがあります。2組ずつね。で、スプーンも置いてありました。さらに下には電気ケトル、そしてアイスペールと、これはピッチャーですかね、水入れるやつね。こんなんも置いてあります。そしてもう一つのドアを開けると冷蔵庫がありました。で、ビジホ標準タイプですね。で、ドアポッケがあって、ちょっと弱冷式で、うん。でもまあ、結構広いんで、使い勝手良さそうです。そしてソファー、これありがたいな。これはいいですね。それとテーブルがあってね、ここでお酒なんか飲んでね、くつろぎますね。そしてソファーの下に、物入れがあります。これ連泊とかにいいですよね。で、もう一つ、2箇所ありました。ベッドはクイーンサイズの160センチありますね。僕が横になってね、寝たら頭がちょっと出る感じでした。で、ベッド脇のライトがね、結構明るくていいですね。で、アラームとコンセントが1箇所と、照明のスイッチがあります。そして枕が2つあって、1つはペコンペコンの低反発。で、もう1個がかなり反発のある、高反発と言っていいのかな。寝るにはこっちかなと思います。それではやってまいりましょう。ちょっとね、結構ぎっしりとベッドメイクされてたんで、ダメかなと思ったんですが、これがいけたんですよね。いや、かなりいい感じに折れてガッツポーズしてしまいましたけども、ちょっと端っこが汚いかなって、でも、ちょうどいい感じに折れてね、これだけなんですよね。85点いきましょう。で、ベッドの弾力はですね、結構沈むかな。でも反発もあるんですよね。で、お待ちかね13階からの、眺望ですが、ちょっと夜なので見えませんけど、で、ロールカーテン開けたもう一個ありましたね。で、これのね、上げ方がわかんなくてね、もう、潜り込んじゃいました。そうすると、向かいがね、ビルですね。完全にオフィスから丸見えなんでね、もうカーテンは開けないでおこうと思います。で、ちょっと右を見ると、六甲山の怒りのマークと、神戸市のマーク。ただいま18時半を回っていますので、そろそろお腹が空いてきました。商店街の方に行ってね、何かご飯屋さん探してみようかなと思います。生田ロードって書いてますね。これまっすぐ行ったら生田神社でしょうか。で、そのアーケードの横にニューミューヘン、神戸大使館ってありました。で、昭和39年、開設62年の老舗のレストランです。いや、ちょっと入りたいんですが、キープでお願いします。とりあえず三宮本通り商店街歩いてみたんですが、人少ないですね、こちらの方は。いい感じのお店はあるんですけども、これね、商店街がね、2本並行して並んでまして、こちらは三宮センター街です。で、こちらの方は北側なんですが、人多いですね。賑わってますね。で、なんか、商業施設のアーケードって感じなんですけども、隣がね、センタープラザってね、サンセンタープラザか。商業ビルっぽいのがありまして、サンプラザ、センタープラザ、センタープラザ、西館と、3つ並んでまして、このような感じでね。で、これの地下街が、飲食店が集まってるエリアなのかなと思います。なので、ちょっと行ってみましょう。でね、降りてすぐのぼっかけのお店ね、めっちゃ行列できてました。トマトラーメンとかも美味しそうですね。
で、その隣が姫路濃厚豚骨。まだ開いてないのでしょうかね。準備中かなって感じですけども。で、ずーっと歩いていくと美味しそうで、金蘭ってこれも、中華のね、本格中華って感じですね。ほろ酔いセットちょっと飲みたいんですけどね。で、ここめっちゃ行列できてると思ったら、天ぷらの店ですね。で、ちょっと広いとこ出てきました。で、今いたのは、センタープラザっていう建物の下で、で、この先がサンプラザって、建物の地下です。いや、豚丼ですか。これもいいですね。値段も手頃ですね。で、一人すき焼きってあったんで入りたいな思ったけども、結構お値段しました。そしてこちらは和食の揚げ物とか、まあ、定食、日本料理って感じでしょうか。で、いい感じなんですけれども、ちょっと満席っぽかったんで、違うお店でたどり着いたのがこちらです。とんかつのお店です。こちら、永田園に入りたいと思います。入店しました。店内はですね、街のご飯屋さんって感じの作り、いい雰囲気ですね。それで注文何にしようかもあらかじめ考えてたんですけど、メニューの多さを見てね、また迷い始めて、いやー、どれも美味しそうなんですよね、これ。で、結局ですね、まあ、とりあえずビールいただきましょう。いやー、うまい。で、壺を置いていったんで何かなと見たら、これはソースかなと思ったら、ドレッシングでした。ソースは別にありますね。そしてね、サービスカウンターいろいろ食べ放題。気になりますね。ということで、注文したのは山菜定食ですね。左から一口とんかつ、エビフライ、ミンチカツ。そしてデザートに味噌汁。で、味噌汁、ご飯、お惣菜、キャベツは食べ放題です。それではいただきます。まずは一口とんかつから。これがまたうまい。柔らかいしね。いや、これはヒレカツでしょうかね。めっちゃうまいです。そして次はエビフライ。タルタルソースをかけまして、ちょっとね、うまいこと乗りませんね。直接つけたらよかったんですが、これもまた美味しくてね、結構柔らかいですね。プリプリをしてますけど。で、キャベツは食べ放題。そしてミンチカツ。これがね、とんでもなく美味しかったです。もう肉汁じゅわーっと溢れててね。いや、これほんと久しぶりにこんな美味しいとんかつ食べましたね。これ一口でお茶碗一杯のご飯食べれるぐらい味が濃厚でした。そしておかわりです。これがサービスカウンターですね。ご飯も食べ放題は本当に嬉しいです。で、結局ね、4杯ぐらいね、ご飯食べました。で、こちらお漬物があって、キャベツあって、で、味噌汁にカレー。で、この肉味噌がね、2回目のおかわりで食べました。めっちゃ美味しかったです。そして3杯目のおかわりはカレーです。それで福神漬けやらっきょなども食べ放題なので、そして食べたらこれがまた美味しくてね、甘口なんですが、スパイスもね、程よくあってね、いやー、もうこれ食べ放題は本当に嬉しいですね。なんというか、この物価高のね、このご時世ね、本当に食べ放題。しかも値段が手頃で追加料金なしで食べられるというのはね、本当にありがたいですね。しかも、とんかつが美味しくて美味しくてね、ここは本当にお勧めします。ただ、デザートはね、まあ、もうコメントはなしです。
いやー、ほんと食べ過ぎてお腹パンパンです。ごちそうさまでした。少しブラブラ散歩しながら帰ろうかなと思います。神戸という街は周りをぐるっと見て楽しむだけじゃなくて、下を向いてもアートを感じられる素敵な街です。洋風の建物の中に和風の建物が急に現れて、後で調べたら三宮神社だそうです。いや、全然知りませんでした。三宮神社自体あるのが知らなかったです。素敵なイルミネーションのストリートができてますね。こちら、その横には大丸神戸店があります。いや、この建物も、うわー、すごいですね。このイルミネーションのね、明かりね、結構白っぽいかなと思うんですが、実際に見たらもっと黄色っぽくてね、なんかいい雰囲気なんですよね。で、周辺にはですね、ブランドショップがいっぱいあってね、いやー、さすが神戸ですね。そしてまたまた僕はここホテルからどこホテルになっています。で、適当に歩いていくと、大きな劇場のような建物が出てきました。こちら神戸朝日ホールですね。いや、なんか名前は聞いたことあるんですが、あ、ここなんですね。結構すごい建物ですね。こちらの朝日ホールの中にはシネリーブル神戸映画館があります。最近映画館行ってないんでね、ちょっと入ってみたいなとか思ったりもします。なんかチャップリンなんかやってるんですね。あ、ホテルありました。朝日ホールの横にあるんですね。部屋に戻ってきて、まずお風呂に入りたいなと思います。チェックインの時いただいた地図にね、なんかマークが3つほどあって、そこのお店行くと、ホテルの特典で無料のフリードリンクサービスや、割引などのサービスが受け入れるそうです。さて、お楽しみのおやつの時間です。スモア風マシュマロブラウニーサンド。マシュマロをブラウニーでサンドして、間にキャラメルソースがあって、上にローストナッツが乗ってるという。いや、美味しそうです。いただきます。おもむろにかぶりつきましたが、これがもうめちゃくちゃうまかったです。ブラウニーがしっとりはしてるんですけども、結構歯ごたえがあって、中のマシュマロがいい感じのクッションでね、じゅわーっと溶けた感じで、そして甘くてね、で、ナッツがやっぱりローストナッツなんで少し香ばしいんですよ。これめちゃくちゃ美味しかったです。で、ファミマボスもいただいて、いやー、また太ります。今日はまた仕事帰りなんでね、もう疲れたんで寝ようかなと思います。外は本当に何にも見えません。それではおやすみなさい。おはようございます。静かな部屋だったんですが、エアコンの音が気になりすぎて止めて寝たら、もう朝起きたらめっちゃ寒かったです。
さて、朝食なんですが、2階のロビーラウンジが朝食会場となります。時間は7時から10時、ラストオーダーは9時半となっております。料理はビュッフェ形式で50種類って書いてたんですが、どちらかといえば少ない方かなと思います。でも神戸のね、そば飯やら明石焼きがあります。かなり控えめに取りましたね。ちょっとお野菜の料理が少ないのがね、もうサラダぐらいしかないのがね、ちょっと残念かなと思います。いただきます。まずはそば飯。いや、そば飯はね、もううまいに決まってるんですよ。まずいそば飯に出会ったことありませんね。アラカルトは定番のソーセージとかハンバーグ、ナゲットでスクランブルエッグ。このあたりかなと思います。でもサラダなんかはね、ドレッシングがね、結構美味しかったんですよね。そしておかわりはやっぱり朝カレー。いやー、シャバシャバじゃなくてね、トロトロの僕の好きなカレーですね。で、昨日も食べたんですが、いただきましょう。マイルドなね、やっぱり朝には優しいカレーかなって感じです。そしてね、温玉も乗せてるんでね、こちらを潰して一緒に。一緒に食べるとさらにマイルドでね、美味しくなりますね。そしてデザートは杏仁豆腐、カスタードプリン、ヨーグルトにフルーツ、そしてドリンクもいろいろあります。僕はコーヒーをいただきます。で、カスタードプリンと杏仁豆腐を持ってきました。普段杏仁豆腐食べないんです。どちらかといえば苦手なんですが、いちごのソースが乗ってるので、ちょっと食べてみようかなと思います。まずはカスタードプリン。いや、綺麗な色してますね。キャラメルソースがほんのりビターで美味しかったです。そして杏仁豆腐なんですが、杏仁豆腐のね、ふわっとした感じがね、ちょっと苦手なんですが、いや、いちごのソースが乗っててね、なんか今回いけましたね。美味しかったです。今回はちょっと控えめにね、食べました。ごちそうさまでした。ちょっとテラス席覗いてみましょうか。昨日はね、夜だったので分かんなかったんですけども、開放感があってね、すごい気持ちいいですね。ただ寒いのでね、誰もいてませんけども。はい、それではそろそろ帰ろうかなと思います。いや、それにしてもですね、この格安でね、これだけのいい部屋はね、なかなか出会えないです。しかも、すごく静かでね、本当に良かったです。ありがとうございました。それではチェックアウトしていきます。それでは評価の方やっていきたいと思います。アクセスなんですが、冒頭でも言いましたけれども、三宮から来るのもいいんですが、一番近いのは地下鉄湾岸線の旧入口、大丸前が一番近いかなと思います。立地なんですが、さすが神戸ですね。洋風の建築物が多くてね、港町っていうこともあって、税関もあり、こう歩いて見て回るだけでも、観光としてはすごいいいかなと思います。そして食事は、商店街の方行けば何でもあります。建物設備なんですが、周りがね、やっぱりブランドショップが多くてね、この神戸の街に溶け込んだおしゃれなホテルなんですよね。部屋はですね、なんといっても今回はコスパですね。あの料金であのサイズ感であの綺麗な部屋はなかなかありませんね。そして静かです。あ、でもエアコンの音はちょっと気になりますね。
サービスはそうですね。アメニティが種類ね、多かったのはいいかなと思うんですが、フリードリンクとかあればね、もっとロビーのラウンジね、皆さん活用できたかなと思うんですよ。朝食はね、ちょっとね、どうかな、50種類ってね、ポスター貼ってあったんですが、それに比べたらやっぱり寂しかったですね。味はね、まあまあ美味しかったです。で、神戸らしく明石焼きとかそば飯があるっていうのはね、良かったかなと思います。そして総合評価は3.3。アクセス、立地が高得点なのかなと思います。で、ホテル自体は割と普通なんですが、コスパを考えたらもう最高かなと思います。神戸はですね、もう商店街といえば、神戸元町商店街ね、あっちばっかり行ってるんですが、今回は初めてね、三宮センター街ね、それと地下の、サンセンタープラザですか、ね、行ってみて、いや、非常に良かったですね。センタープラザなんてね、地下ね、いろいろと飲食店が多くてね、いや、結構良かったですね。もっと発掘したいなと思いました。それで今回入ったお店がサンプラザの方にあった、永田園さん、とんかつ屋さんね。あそこももう今回コスパ本当に良かったですね。もうホテルも良かったですけども、永田園さんもね、本当コスパ最高ですね。あれ食べ放題あるのがね、とんかつじゃないですよ。ご飯とか、お漬物とかサラダとか味噌汁とかカレーもありましたし。いや、あれは本当に良かったです。皆さんもお腹いっぱい食べたいなら、ぜひ行ってみてください。それでは本日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、そしてコメントもよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。さようなら。